はようございます。おはようございます。私たちは全国で美味しいものをたくさん食べるために新婚で無職になり、ハネムーンで日本一周をしている夫婦です。はい。というわけでですね、我々はこちらキャンピングカー仕様の車を DIY して旅に出ております。はい、そうですね。皆さん覚えてますでしょうか。YouTube を始めて1本目の動画を、緊張でガチガチの1本目の動画ですか。車内紹介をしたんですけどね、テンション低いやつですね。1本目だから1本目だからテンションが低いやつですね。はい。はい。あれから YouTube を始めてもうすぐ2年経つわけなんですよ。はい。最近見始めてくれた方もね、結構いると思うので、今回は最新版の車内紹介をしようと思います。この2年で、ここ DIY してよかったなっていうところとか、これおすすめだよっていうものを、紹介できればなと思います。車の基本的なところはほぼ変わってないので。そうだね。追加で DIY したところは特にないので、そちらは1本目を見てもらって、ここマジでやってよかったっていうところを、ちょっと皆さんにお伝えできればなと思います。はい。というわけで、最後までご視聴いただけると嬉しいです。嬉しいです。それでは、レッツ車内紹介していくよ。していくよ。さあ、というわけで、後部座席に移動してきました。で、こっちのちょっと生活ゾーンを紹介するんですけど、DIY してよかったところなんかを紹介しますって言ったんですけどね。まずは、こちらのカーテン。カーテン？これカーテン、このサイズが既製品だったわけじゃなくてですね、家で使ってたでっかいのを切って縫ってですね、自分で DIY してこのサイズにしたんですよ。はい。で、最後に磁石もつけてるわけなんですね。これを、こう、シャーッと。わー。して、こう、パチパチと。こうできると。なんて楽なんでしょう。そう。やっぱ車中泊ってプライバシーを守るために目隠しって絶対必要なんですよ。で、これ作る前、日本一周する前は、私たちも普通のサンシェードで目隠ししてたんだけど、毎回ペタペタして結構大変だったの。あれはね、マジで大変。めっちゃ大変だったよね。めんどくさい、本当に。あっせあっせ、後ろ前って、よくやって、みたいな、すごい大変だったから、これにしてめっちゃ楽になったの。もう寝るときにシャーシャーってやるだけで。朝の子。シャー。朝。わあ、楽だね。して、で、磁石があることで、こう、隙間からも光が漏れない。はい。これ遮光カーテンなんでね、光が漏れないし、外からの光も遮断できるっていうね、優れものでございます。これいいよね。なんか、既製品から作ったから簡単じゃないって思うんだけど、めちゃめちゃ大変でした。これはひよりさん本当に頑張ってました。こう手縫いでやってますからね。磁石中に入れたりね。そうそう。こうやってミシンなんだけど。でもほんと、こうやってね、くくることもできるから、めちゃめちゃ便利です。めっちゃ楽です。はい。まずは一つ目、カーテンでした。ということで続きまして、はい、天井収納でございます。はい。こちらですね、この木の板を買って、もう色塗ったりニス塗ったりして、自分たちで取り付けましたね。しました。これめっちゃ大変だった。で、この天井収納をつけることで持ってこれる荷物がめちゃめちゃ増えましたね。何が入ってるんですか？これ紹介しましょうか。はい。こっち私のですね。なんかなんかさ、なんか足生えすぎじゃね？やばい。何これ？もうめっちゃボロボロ、2年使ってるからもうボロボロでさ。私のは一個も生えてないけど。私のこの中にはインナーだったりハンカチとか、あとパジャマとか、毎日使うものが入ってますね。そうですね。その大きいのにはね、そう、だいたい衣類ですね。衣類がこの日和と俺ので1個ずつで、あとはキッチン用品みたいな、割り箸とかそういうの。なんでブブカ入ってんの？やべ、バレた。なんでこんなとこに。なんで俺知らないんだけど、俺。バレた。何これ。バレた。なんでブブカ入ってんの？この間コンビニ行ったのに、お湯を捨てるとこがなくて食べれなかったブブカ？日和がめっちゃ絶望してた時のブブカ？下に入れろって、なんでめっちゃフィットしてんな、ここ。ジャストフィット。すごいな。ブブカの下にはこうやって割り箸とかね。ちょっと汚いですけど。一酸化炭素チェッカーとか、飲んでるプロテインしゃもじなんかね。車内で料理する時とかにパッて使うものが入ってますね。はい。そうですね。大体は自炊に必要なものが入ってるね。まあ、あとは、こっちには、ちょっとした食材とかね、食器拭くのに必要なものとか、そういったものが入ってますね。自炊に必要なものが左、右に衣類って感じだよね。そう。で、この後ろには風呂かごが入ってて、リアのドアからパッと風呂かごが出せるようになってますね。そうですね。はい。いやでもこの天井収納ほんと作ってよかった。マジでよかった。下の収納パンパンなのよ。そうね。もう本当にパンパンで、もう入れるとこないぐらいだから、もうこれなかったらパジャマとかそういうの持ってこれてないから。そうね。やっぱさ、ハイエースほどタウンエースは容量ないから。そう。
その分でやっぱね、こう下に入らない分上に上げるしかないということ。いや、そうなんだよね。これはほんと作ってよかった。しかもやっぱこのね、商用車っていうこの天井だから、ちょっと木が入ることでね、ちょっとおしゃれになったんじゃないでしょうか。なったんじゃないでしょうか。この色好き、私たちね。これも、この茶色。そうそう、焦げ茶。焦げ茶好き。好きなのでね、それで揃えましたよと。はい。はい。というわけで、天井収納以上です。そんな感じですね。はい。はい。ということでですね、はい、今説明したこのカーテンと、この天井収納、これを支えているのが、この室内キャリアサイドバーでございます。これちゃんとね、タウンエース用買いましたね。そう、タウンエース用のものを買いました。はい。そう、なんか結構、ハイエース用の部品ってめっちゃいろんなところで売ってるんだけど、タウンエース用の部品ってレアなんだよね。そう、なかなかないんだよね。そう。で、楽天市場ね、見つけたんで、これだーって言ってね、速攻買いましたね。で、これ DIY するにあたってこれ後付けしてて、ここにね、まあ、この手すりつけるところがね、ここに2箇所固定して支えてる感じです。はい。もうね、馴染みすぎてもともとついてたみたいになってるけど、これはちゃんと後付けしたやつですからね。そう、後付けのバーですね。はい。で、こいつ何がいいかっていうと、このカーテンのローラーが直接入るんだよね。近づきますね。はい。これ。カーテンローラーをここに入れると、こいつがカーテンレールになるんだよね。もうこれ何にも手加えてない。もうほんとこれをただ入れるだけ。で、カーテンレールになるという優れものでございます。すごいよね。こういうことですね。そう。これめっちゃいいです。見た目もおしゃれだしさ。そう。これいいよね。これマジでいい。そう。天井収納もそれにつけてるのよ。そう。で、天井収納は、これ、サイドバー用先入れナット。っていうのを同じように、このカーテンローラーと同じように入れて、それをこのネジで留めてますね。T 字のナットですね、中はね。そう。これもこのサイドバー用のやつを買ってるから、このサイドバーがだからすごい、いろんなものを中に入れて。そうなのよ。シーンに合わせて、いろんな DIY ができるから。そう。それでね、これも結構大変でしたけど。頑張りましたよ。本当に頑張った、これは。マジで、本当にこれなかったら何にもつけられてないから、本当に買ってよかった。本当にこれ買ってよかった。これと、そのナットセットでね、買いましたね。はい、買いました。さあ、続いて、こちらのおしゃれなタイルでございます。タイルです。これ、おしゃれでしょ？これも DIY したんですよ。そうなんですよ。そう。やっぱさっきもカーテンで目隠ししてるって言ったと思うんだけど、ここもね、もともとただの窓でした。はい。なんで目隠ししないといけない。そんな時に、このおしゃれなタイルで埋めようと。これを埋めたわけですよ。これが磁石でくっつくスチールパネルっていう商品なんですけどね。これをはめたことにより、目隠しにもなります。そして、おしゃれにもなります。そして、磁石でくっつくマグネットのタイルなので、マグネット収納ができる。そういうことです。一石三鳥。素晴らしい。素晴らしいです。これはもう本当に思いついた時2人同時だったよね。あそこどうするか。マグネット本当に同時だったんだ。マジでなんで同時だったんだろう、あの時。多分なんか100均でこういうの見つけたの。こういうの。ああ、そうか。そういう時か。それを同じタイミングで見つけて、マグネット収納にしようって、なんか2人同時に思いついてね。思いついたよね。あれすごかったよね。あれマジですごかった。で、私がネットで調べてこれを見つけて、わ、すげえこれいいじゃんってなって、しゅんくんが作ったという共同制作です。素晴らしいです、これ。素晴らしいです。本当にいいんだから、これ。本当に、これ見て。こうやってね、これ、ほら、磁石なの。そう。こうくっついて、いつも使う小物とかを入れてます。私がメガネと上のリモコンとかですね。そう、メガネとか。上にヒコニャンですね。そうです。ありがとうございます。もう、他のお土産マグネットはこっちなんですけど、ヒコニャンだけここにさせてもらってます。ありがとうございます。ちゃんと今から紹介しようとしてたから。あ、すいませんね。先走んないでもらっていいですか？ごめんなさい。もうヒコニャンが映ってしまったもんでね。これは先に言っとかなというところで。そう、だからこうやって収納ね、様々な収納をやってます。それで、こうやってお土産のマグネットなんかも私で集めております。そうですね。ちょいちょい買ってますね。だいぶ集まってきたね。だいぶ集まった。最近で言ったらほら、この、ひょっとこれ土壌すくいね。土壌すくいだな。そう、土壌すくいのやつ。これいいよね。これいいよ。この 3D 系すごい可愛い。隣の飛びたとかもね。これも大好き。これお気に入りだよね。すごいお気に入り。はい。お気に入りがいっぱいで、ちょっと特別枠。特別枠ヒコニャンでございます。ありがとうございます。こっちでしゅんくん寝てるからね。なんか特別枠できてた。もういつも寝る前にそこ見てから寝てる。時計なんかもね、ついてます。はい。そう、全部これ。動かせるのもいいよね。マグネットだから。そう、なんか自由に置き換えられるのが、そう、マグネットのいいところ。で、もともとこのシールパネルは10枚入りで買ってて、で、それで DIY してたんだけど、ちょっと足んなくなって。そう。その時に2枚入りが売ってて、その2枚入りでね、数を調整できてめちゃめちゃ良かった。いや、もうほぼ使い切ったよ、ぴったし。
ちょうどいい感じになったよね。うん。そう、だから10枚入りでもうあと10枚いらないなみたいな時に2枚入りがあってすごい助かりました。めちゃめちゃ助かった。うん。これマジ気に入ってる。うん、めっちゃいいよ、これ。色もさ、何種類かあったんだけどさ、私らこの車の色に近いやつにして、めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。いいよ、合ってる。そう、めっちゃ合ってると思う。まあ、DIY はそんな感じですかね。そうですね。うん。あとはなんか収納とかを紹介しますか？そうですね。備え付けの収納なんかをうね。んうん、そうしましょう。私が説明しましょう、じゃあ。交代。交代。で、この棚は、はい、もともと、アルトピアノに付属している棚なんだけど、この中も収納になってますね。おしゃれだよね。おしゃれでございます。で、はい、この中には、こういったコンロとか鍋とか、あとは、なんだ、器？そうだね、食器とかね。食器系が入ってますね。シェラカップとか。そうそう。だから自炊に使うものをね、基本そこに入れてますね。そうですね。食器棚って感じだね、大体。まあそう、うちの食器棚です。で、これ。そう。これやばいのよ。何かわかる？このコンパクト。これわかります？わかります？これ。このサイズです。これなんとですね。はい。ルル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 ルじゃん！なんでしょう結局何でしょうかこれね、ここがこう伸びるんですよ。およいしょ。おー。ケトルですね。はい。折りたたみ式の電気ケトルになってます。はい。これも大活躍。すごいよ。だってあのサイズになるんだから。もうスープ飲んだり、カップラーメン食べたり、もうこいつがないともう我々生活できません、本当に。ケトル持ってってる人多いけどさ、結構かさばるじゃん。いや、そう。そんなコンパクトになるやつを見つけたのでね。めちゃめちゃ便利です。めちゃめちゃ便利です。本当もうね、ここが伸びるのは最初の1年ぐらい知りませんでした。もうずっとこうやってるから。そう、ちっちゃいとこでやってた。綺麗なーと思ってたら伸びます。これも素晴らしいです。はい、で、畳むのも、伸ばすのも簡単にできるってことだね。これ、皆さん覚えてますか？山梨に移動する1本目の動画、こいつ畳むのに我々10分かかりましたよ。お、いいぞ。お、いいよいいよ。ここだけ。そこだけ。お、いいよいいよ。あ、いいよいいよ。出てくれてて。どうしたの？それどうなってたんだろうね。話しみ？それで。なんでだよ。マジなんで？どうなってたマジ？どうなってたんだよ、それ。今もう、慣れたもんですよ。空中でできるから、もう支えもいらない。もうやばいよ。成長を見せるよ。見せてほしい。ほら。おー。で、これ。すごい。成長を見せることができました。俺もう2年でこれを培ってきました。編集技術とかじゃないです。こいつの叩き方を培った俺は。で、このサイズになる。いいよね、これね。めっちゃいいよ。で、もう、スッとね。そう。ここにスッと入って。こうなる。ああ、素晴らしい。素晴らしいですね。大活躍でございます。はい。まあ、ここの収納はこんな感じですね。まあ、あとは、じゃあ最後、私が床下を紹介しましょう。お、床下いっちゃう。さあ、というわけでひよりです。どうもひよりさん。というわけでですね、まずね、今、ベッドモードになってます。うちの車。はい。このシートがね。で、もともとこうやって寝れる仕様になっている車で、で、この他には走行モードって言って、5人まで乗れるようになる、普通のね、車になる走行モードと、あとご飯とかね、食べられたりするテーブルモードっていう3つのモードにね、変えることができるんですよ。はい。めちゃめちゃ便利なんですよね、この車。そして、ちょっと黄色と赤を。うちの差し色。そう。で、この、今ベッドモードになってるここ開くんですよ。なんですってででん。ででででん。で、ここにテーブルを収納してるんですけど、テーブルをここにカチャッとすればテーブルモードになると。そうです。どかして。ここにも意外と結構な量を収納しておりました。入ってるんですよ。これが、まあ、しゅんくんの服、私の服って感じで、ワンシーズンの服が収納されております。はい、で、間にあるのが調味料ボックスですね。調味料ボックス。醤油とか塩とかが入ってます。そうです。あとは、我が家の心臓、ポータブルバッテリーもここにしまってます。お前がいなかったらもう、うちはやばいよ。電気もつかないし、もう、お湯も沸かせないし、米も炊けない。あなたはいつも助かってます。ありがとう。ありがとう。そんな感じで、ここは、もうすぐ出せるようになってて、あとはそのリア開ければ、後ろから日用品の備蓄とか、あとキャンプ用品とかはね、そっちから出せるようにしております。そうですね。毎日は別に使わないものは後ろにしてますね。意外と入ってるよね。めっちゃ入ってるよ。そんな感じですかね。そうですね。簡単にですけど、この車の約2年間過ごしてきて、ここやってよかったなとか、こういう風な仕様にしてますよっていうのを紹介させていただきましたね。はい。まあ、1本目でもね、他のところも紹介したりしてるので、ぜひ、それも合わせてご覧いただければ、と思います。そうですね。はい。ね、成長したよね。まあ、成長してるでしょう。そうじゃないと困ります。きっと、見比べてみてください。
我々きっと成長してるはずです。じゃなきゃ困るんですけど、2年経つのに。お願いします。本当に成長しててください。お願いします。というわけで以上、はい、以上です。社内紹介でした。はい。はい。というわけで、久々の社内紹介いかがだったでしょうか？はい。今日紹介した商品はですね、動画についているタグから購入することができます。そしてなんと、6月11日まで楽天スーパーセールが開催中。いやー、これは嬉しい。もう普通に使ってます。めちゃめちゃ利用してます。我々ヘビーユーザーぐらい使ってます。はい、最高です。最高です。そして今回の楽天スーパーセールはですね、半額商品や割引商品が目白押しだったりとか、ショップ買い回りでポイント最大10倍。10倍。もう我々楽天ポイントめちゃめちゃ貯めてますからね。そしてさらに、楽までの購入で最大11倍になるチャンスと、めちゃめちゃお得になるセールを開催しているので、ぜひエントリーをしてお得に買い物をしちゃいましょう。我々も買います。普通に使います。はい。詳しくは概要欄から楽天スーパーセール特設ページをご覧ください。確認してね。はい。詳しく載ってますんでね、こちらをチェックしてください。というわけで、はい。今回の動画は以上となります。はい。この動画いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、インスタグラム X やっておりますので、そちらのフォロー、皆様よろしくお願いします。お願いします。というわけで、また次回旅動画でお会いしましょう。バイバイ。